今回の主役、赤山アリです。本州中部以北に住むアリで、主に標高の高い地域に生息しています。胸部の赤い色が特徴で、そのサイズは山アリの仲間の中でも、とても大型な部類に入ります。また、黒山アリの仲間を奴隷狩りする種類としても知られていて、飼育の際には、赤山アリの生態を理解している必要があります。今回は、飼育をしている赤山アリのコロニーについてお届けできたらなと思っています。では、赤山アリの生態について見ていきたいと思います。こちらは赤山アリが生息している標高1500メートル付近の場所です。赤山アリが出入りしてますね。かっこいいですね。赤い色が特徴の、とても綺麗な山アリです。巣は、開けた場所や日当たりの良い場所に多いです。そしてこちらは赤山アリが生息するエリアなんですけれども、草地の下で、赤山アリたちが忙しく、走り回っています。ちょっと慌ただしいですね。これをよく見ていると、赤山アリが、黒いアリですね。こちらは、黒山アリの仲間になるんですけれども、そのアリを、襲っている場面でした。こちらでも、2種類が戦っていますね。赤山アリと黒山アリの仲間です。このように赤山アリは、黒山アリの仲間を襲うということを、日常としています。赤山アリが黒山アリの仲間を襲う目的は奴隷狩りです。赤山アリは、自らの手だけでは、コロニーを潤滑に発展させていくことが難しいため、常に黒山アリの仲間を、補給していく必要があります。黒山アリの巣から、持ち帰られた、繭や幼虫は赤山アリの巣の中で羽化して赤山アリと共にコロニーの中で働くことになります。こちらは赤山アリと黒山アリの仲間の混成コロニーです。両方の種類のワーカーが見えますね。ちょっとこの、動画がですね、過去の、動画素材なのでちょっと記憶があまり曖昧なんですけれども、この地域には山黒山アリが多かった記憶があるので、おそらく山黒山アリと赤山アリの、混成コロニーだったのではないかなと思っています。こういった生態を持った赤山アリを、飼育していくために、黒山アリの繭を、常に追加していく必要があります。野外で採集してきた黒山アリの繭を、このように、餌場などに導入して、巣の中へ持ち帰ってもらいます。うまくいけばこのように、赤山アリの巣の中で、黒山アリが羽化して、その黒山アリが、しっかり働いてくれて、赤山アリのワーカーが無事に誕生するというサイクルが出来上がります。この女王はですね、新女王1匹の状態から飼育をスタートさせたんですけれども、黒山アリの繭を、何度か補給しながら、赤山アリのワーカーを、数十匹ですね、誕生させるところまで、飼育することができました。このように、黒い、黒山アリと、赤い赤山アリ、この2種類が、巣の中でこう共存している、場面を見れるっていうのが、こういった奴隷狩りをする種類の、観察の見どころの一つなのではないかなと思います。このように、黒山アリの、繭などをですね、常に導入していかなければいけないというのが、赤山アリの飼育の上で、一つちょっと大変なところになるんですけれども、あとはもう一つ温度の、管理というところがあります。平地に比べて温度があまり上がらない地域に住んでいるアリなので、あまり高温にさらしてしまうと、調子を崩してしまいます。
今映像に出ているのは、調子がいい時のコロニーの状態なんですけれども、この後ですね、このコロニーは少し温度を上げすぎてしまったことが原因で、赤ヤマアリがかなりの数死滅して、しまいました。なので、この奴隷狩りの黒ヤマアリを導入してあげるというのと、温度管理というのはこの赤ヤマアリの飼育のポイントかなと思います。そして2021年現在の赤ヤマアリのコロニーの様子です。冬の間、冷温期の中で過ごさせていたコロニーを、冬の終わり頃、常温の元に戻しました。先ほど、説明したように、昨年ですね、温度が上がりすぎてしまったことが原因で赤ヤマアリがほとんどいなくなってしまいました。巣の中を見ても、女王は元気なんですけれども、赤ヤマアリらしき姿というのがほとんどないことがわかります。コロニーが一時衰退してしまったこの赤ヤマアリのコロニーに対して働き手を補充するために飼育している黒ヤマアリの巣から繭を少しいただいてこの繭を赤ヤマアリの巣の中に導入することにしました。しばらくすると、導入した黒ヤマアリの繭は赤ヤマアリの巣の中に、無事に運び込まれていました。このまま、繭から黒ヤマアリのワーカーが羽化したら、このコロニーの中で働き手として動いてくれるので、その状況を期待して、います。ただしかしですね、今回この黒ヤマアリの繭を導入したんですけれども、この繭はですね、無事に羽化することなく赤ヤマアリに食べられてしまいました。奴隷狩りの、対象とされている黒ヤマアリを、導入した、にもかかわらずですね、赤ヤマアリにとっては奴隷狩りの対象、働き手としては、見なさなかったという形に、なってしまいました。これはですね、同じ地域にもともと生息していた、ヤマクロヤマアリではなく、平地に生息していた黒ヤマアリの、繭を入れたことなどももしかしたら、影響があってですね、うまく受け入れられなかった可能性もあるかなとは思っているんですけれども、実際のところは、何が違いだったのかはちょっとわからない状態です。この辺はもう実際にやってみないともうわからないところですね。この辺が飼育の難しさでもあり、興味が尽きない部分でもあります。導入した黒ヤマアリの繭を食べてしまい、どうしようかと悩んでいたところだったんですが、冷温期から出して、温度が上がったせいか赤ヤマアリはなんとこの後卵を産み始めました。昨年調子を崩してからあまり餌の食い方も良くない、コロニーだったんですけれども、黒ヤマアリの繭を食べてしまったことによって、もしかしたら栄養状態が改善されたんでしょうか。どういう経緯かは分かりませんが、赤ヤマアリは再び力強く産卵を始め、巣の中にはいくつもの卵塊が現れました。しばらくすると卵は無事に孵化し、たくさんの幼虫たちが現れました。幼虫が餌を必要とするので、コロニー全体の餌の食い方も格段に良くなりました。そしてあっという間にコロニーの中に繭が出現しました。5月、繭の量はこのような量になりました。
かなり多いですね。そして眉の中から、ワーカーの目が、透けて見えています。羽化が間近です。そして待望の赤山アリの、新ワーカーが誕生しました。色の薄い2匹は、新しく生まれた赤山アリのワーカーです。黒山アリよりも、体格の良い赤山アリの特徴が、少し垣間見えてますね。頭部の幅、これがですね、黒山アリよりも、幅が広く、張り出しています。数日が経ち、新しく生まれた赤山アリのワーカーの数はさらに増えていきました。生まれたワーカーの色も、生まれたばかりの時よりも、より色が濃くなっていますね。眉が置かれた真ん中あたりに、裸葉という眉を張らない、さなぎが見えます。2匹ぐらいいるでしょうか。眉をですね、張るための、材料が少ない時などにはこのような裸葉が出現することがあります。赤山アリの女王と、黒山アリのワーカー、そして新しく生まれた赤山アリのワーカーたちです。やっぱり女王かっこいいですね。そして、赤山アリの、ワーカーたちがまだこれ色が薄いんですけれども、だんだんと赤山アリの、体の色が発色してくると、巣の中に、赤山アリの存在感が増してくるのではないかと思います。しばらくの間ですね、この赤山アリの女王と、赤山アリのワーカーが数匹しかコロニーの中にいなかったという状態なので、そこに比べると、この、状態ですね、かなり、改善してきたのではないかと思います。新しく生まれた赤山アリのワーカーが、これ繭を運ぼうとしてるんでしょうか。羽化したばかりですが、ちゃんと働こうとしているんですかね。こういう光景もとても、微笑ましい光景じゃないかと思います。6月を迎える頃になると、赤山アリのワーカーの羽化はさらに進み、コロニーの中には赤山アリが、かなり、増えてきました。現在は、こちらの餌場のスペースに、主に繭が置かれています。おそらく、石膏面よりも乾いた、環境というのを、繭の置き場所として、選んでいるのではないかと思います。石膏部屋には、このような形で、女王と、その他のワーカーたちが集まっています。こちらにも新しい赤山アリのワーカーたちが、たくさん入ってきています。合計で、およそ30匹以上でしょうか、赤山アリの新しいワーカーが増えています。さらに、まだ羽化していない繭もあるので、この後、40匹ぐらいには、ワーカーの数は増えるのではないかと思います。かなりコロニーとしても、勢力が回復したような状態ですね。女王と、その周りに集まるワーカーたちです。やっぱり赤山アリの比率がだいぶ上がりましたね。それから体の、色の発色もですね、だいぶ進んでいる個体が多くなってきているので、女王のすぐ、左側にいる個体はまだ羽化して間もないというか、色の発色がまだ甘いんですけれども、周りを歩いているワーカーたちは結構ですね、胸部の赤色がしっかりと出ている個体が多いですね。赤山アリらしい、色合いになりました。コロニーの中の、様子としても、やっぱり赤山アリのコロニーらしい、景色になりましたね。女王のですね、右上の方に、卵を加えたワーカーいるのわかるでしょうか。女王は、引き続きこの次の世代の、卵も産卵しているようです。
そして、これは混成コロニーで見られるとても面白い光景ですね。ワーカー同士が、栄養交換をしているんですけれども、下が赤山アリの新しく生まれたワーカーですね。それから上が黒山アリのワーカーです。2種類の異なる、アリの間で、栄養交換が行われているという光景ですね。こちらはもう混成コロニーならではの、光景なのではないでしょうか。画面右の方でも、栄養交換行われてますが、ちょっと見づらいんですが、下は真っ黒なので黒山アリですね。で、上の、ワーカーがちょっと胸部の、色とか見づらい角度なんですけれども、これ一応赤山アリです。なのでこちらも、赤山アリと黒山アリの間で、栄養交換が行われているという光景ですね。真ん中ではなんか3匹が絡むような栄養交換になってましたね。とても面白い光景でした。ということで今回は飼育中の赤山アリのコロニーの様子をお届けしました。昨年一度ですね、大きく、調子を崩してしまって赤山アリのワーカーがほとんど、いなくなってしまったコロニーなんですけれども、冬を越して、いろいろな紆余曲折を経て、なんとか、赤山アリのワーカーの数が30匹を超えるようなところまで回復をしてきてくれました。赤山アリはですね、黒山アリのワーカーを、導入してあげないといけないというところや、平地に住むアリではないという点から、温度管理、こちらをですねうまく、続けてあげないと、コロニーの状態を維持してあげることが、難しいんだなというのを、さらに、感じているところなんですけれども、なんとか今年の時点で、再び、回復の兆しを見せてくれているので、このまま、上手に管理をして、さらに大きなコロニーに発展してもらえるように、頑張ってみたいなと思っています。ということで、今回は赤山アリの、様子をお届けしました。ご視聴ありがとうございました。